こんにちは、CX です。先日購入したFIIOの QX13。FIIOのドングルダックカテゴリーの中では、KA17 の上位にあたる機種として型番割り当てされているようです。アリエクスプレスベースになりますが、価格的にも KA17 と比較したら上位機種相当以上の金額になります。回路を構成する部品も違いがあり、音質についてもどのような違いがあるのか気になるところ、筐体デザイン含め比較していきたいと思います。ということで、今回は製品比較 USB DAC FIIO QX13 vs FIIO KA17 です。仕様を見ていきます。DAC チップは QX13 が ASS 製の ES9027S Pro を搭載。KA17 は ESS 製の ES90699 を2機搭載しています。ES 製の DAC チップパフォーマンスとしては ES90699 が2チャンネル仕様に対して ES9027S Pro が8チャンネルの仕様で ES90699 の上位チップとなるようです。そしてアンプ部については QX13 がオペアンプに OPA1692、 ヘッドホンアンプとして INA1620 を搭載しています。 KA17 はオペアンプに OPA1662、 ヘッドホンアンプとして THX-AAA78 プラスを搭載しています。という具合に DAC チップやアンプチップの構成が異なる仕様となっています。音質の違いはどうなんでしょうか。外観を見ていきます。サイズは長さ、厚みはほぼ同じくらいですが、幅は QX13 が KA17 に対して3ミリほど大きい数値になります。見た感じでは KA17 のエッジ部分をカットしたデザインから来る印象なのか、QX13 の方が数値以上に大きな印象を受けます。筐体デザインは型番シリーズ違いを意識してなのか、QX13 では今までのデザインの流れをほとんど感じないデザインに思います。KA17 は筐体全体が金属で覆われていますが、QX13 はカーボンファイバーとガラスになっていて、小さなスマホのような感じです。機能について、 3.5mm シングルエンド 4.4mm バランス出力やディスプレイ表示設定、音量調整機能、 D モード機能など必要十分な機能を両機種ともに搭載しています。そして大きめの消費電流量に対処する給電用 USB-C 端子についてもそれぞれ装備しています。各機能を管理するディスプレイも装備しており、見た目の違いは価格に比例した仕様になっています。デジタルフィルターについてはそれぞれ切り替え機能があります。デジタルフィルターの種類や効果は搭載する DAC チップによって左右される機能ですが、 QX13 は7種類、K17 は
8種類から選択可能となっています。消費電流量について、スマホへの接続で利用する場合、バッテリーへの負荷が気になります。測定条件としてこのような内容になります。2機種の測定結果は次の通りです。測定結果 QX13 積算電流量 228mAh、 KA17 積算電流量 282mAh となりました。KA17 の消費量は飛び抜けています。両機種ともに給電用端子が用意されているだけのことはあります。スマホでの使用時には給電用に別売り e スティックが用意されているので、それを利用するか、もしくはモバイルバッテリーを利用するかでの利用方法が良いかと思われます。音質について、音色の傾向としては QX13 は全帯域の音の密度が高く、若干高音が通る印象で、 KA17 は印象的な低音域を感じる音色傾向に思いました。それぞれの音色イメージはこのような感じです。個人的には DAC 製品に求める性能として、音色に癖のあるものは敬遠したいと思っています。イヤホンの特性を素直に楽しめないのと、 PEQ 機能に対応していれば自由に音色の変更が楽しめると考えるからです。2機種の音を収録したのでご視聴ください。収録条件はこのような内容で、音量注意。You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love.
いかがでしたか？機能については同じくらい充実した内容を搭載しています。消費する電流量もともに大きな数値を示し、省電力機種ではない点も同じかと思います。バッテリー駆動デバイスで利用する際には、給電状態で利用したい点も共通するところです。異なる点は価格、デザイン、音色傾向が挙げられると思います。QX13 の日本国内での価格は動画作成時点では不明ですが、少なくとも KA17 の価格は上回るものと思います。アリエクスプレスでの価格で言えば 1.5 倍から2倍といったところでしょうか。その価格差がデザイン、音色傾向で納得できれば QX13 の選択はありではないかと思います。自身は DAC チップ ES9027S プロの音を聞きたくて購入しました。結果、期待外れにならず満足しています。